Hi guys! 皆さんこんにちは。靴修理ラジアの杉浦です。今回ご紹介するのはこちら、レッドウィングの9870プレーン2タイプのレッドウィング。今回黒板にねいろいろ書いてありますけれども、ご依頼いただいている内容が単純にソール新しくするだけじゃなくていろいろご注文いただいています。まず新しく交換するソールなんですけれども、今回ソールカスタムですね。ビブラム705というですね、レザーミッドソールの上にハーフソールタイプのちょっと厚みのあるハーフソールを使ってソールカスタムしていきます。で、気になるのがここですよね。フラットボックスかベックマンフラットボックスなんていうモデルも今は出てますけれども、本来いろんな靴、ブーツ、当然ブーツもそうなんですけれども、いろんな靴、ほとんどの靴そうですね、つま先保護だったり、この靴の形状保持のために先芯という芯がですね、つま先だったりこのかかとにも入っているんですけれども、この先芯が入っていない靴もあるんですね。さっき言ったベックマンフラットボックスなんかも先芯が入っていないんですけど、先芯が入っていないとどうなってしまうかというとですね、こうやってグッてやるとペシャンって潰れちゃうんですけれども、履き込んでいくとね、どうしても、形状保持できなくてだんだん沈んでいくんですけれども、その沈んでいった履き込んだ感じがこれまたかっこいいんじゃねえのという、今結構人気なんですかね。ベックマン自体人気ですけど、フラットボックスも人気なんですかね。お問い合わせでも今回のお客様だけじゃなくて、これ先芯抜いたらフラットボックスにできるのなんていうお問い合わせ結構いただいております。先芯を抜くだけでもある程度履き込んでペシャンとなっていきますけれども、ちょっとぽっこりしてるんで、ある程度、別のラスト入れてシャープに擦り込み直しがもしかしたら必要になるかも。そこら辺の様子はね、ちょっと作業しながらどんな風にしたらいいかな考えていきたいと思います。それでは作業に進んでいきたいと思うんですけれども、現在一番下のねアウトソール実はもう外しちゃっています。ここがちょっと剥がれちゃってますけど、もうミッドソールだけの状態になってますね。こっち側はねもうミッドソールすらも取ってコルクも除去してこんな状態になっています。それではね、こちらの方ミッドソールを剥がしていってコルクを除去して、作業手順的には、新しいソールを取り付ける前にフラットボックス化のために先芯抜かないといけないですね。こちらのミッドソール除去、コルク除去から作業を始めていきたいと思います。
はい、ではレッドウィング9870、今こんな状態になってます。靴底はね全部剥がしちゃって、コルクも全部外しちゃって、中に靴型を入れ込んで、ベルトもねここの取り外して、先ほど確認、動画の中でも見てもらった通りに、索芯は外した状態ですね。これめくり上げて索芯は外した状態、靴型が入ってるんでね押してもへこまないですけど、索芯が抜いたので先ほどより柔らかい、靴型を抜くと柔らかい状態になってますね。この後ここの外したベルトを縫い付けて戻してあげます。似たような作業で、例えばエンジニアブーツの鉄芯を抜くなんていう作業も同じような手順で行ったりするんですけれども、エンジニアブーツの場合はね、フラットボックス化が目的ではなくて鉄芯が当たっていたいということなので、一応鉄芯を抜いた後もここのつま先のところにはね、一応先ほど取り外したような索芯、形状保持のための索芯は入れたままにするんですよね。今回はレッドウィングベックマンフラットボックスのように全く索芯を入れずに柔らかいトゥにしたいということなので、今回はこのまま、今めくり上げると索芯入っていない状態ですね。このまま組み上げていきます。この後作業を順を追って見てもらうんですけれども、先に反対側は実は組み立ててあります。
こんな感じにね組み上がります。ちょっとねやっぱり押すと、さっきまで作芯が入っていた時はもう触っても硬かったんですけど、ちょっと触ると柔らかい感じはしますね。一応ね靴型を入れてちゃんと釣り込んで貼ってある状態でウェルティングしてあるので、今ねそんなにくちゃっていくほど柔らかくはないんですけれども、履き込んでいくとだんだんフラットボックスのようにトゥーがへこんでいったり、ここのつま先あたりのシワの入り方、作芯がある時はねここちょうど境目なここのあたりにシワがあるんですけど、この先にもねシワが入ったりして履き込むことによりエイジングの変化が作芯がある時と全く違うような感じに育っていくんじゃないかなと思います。トゥーの形状もね、これはまだ普通のレッドウィングのモデルなんですけども、比べていただくと分かるんですけど、若干つま先シャープになりますよね。若干ですけどへこんでいる様子分かりますかね。ナローな感じになっているかと思います。はい、それでは作業の様子をご覧いただきました。今回はね実は1本の動画でもともと撮影する予定だったんですけど、カスタムの内容がちょっと思ってたより盛りだくさんで撮影時間がだいぶ長くなっちゃったので、1本の動画に編集しようと思えばできたんですけれども、せっかくだから前編と後編パート1パート2にしてこうやって配信しようかなと思いました。では今回パート1はこんな感じで終了しようかなと思っています。パート2もぜひお楽しみください。よろしくお願いします。